機動戦士ガンダムセーラ出撃ですね。はい。ですね、お話をまず辿るとですね、一番最初、ホワイトベースはですね、砂漠のど真ん中ですね。おそらく中央のです。中国とロシアの国境あたりだと思うんですけど、砂漠地帯をですね、超低空飛行してます。で、いつものメンバーたちがですね、窓からですね、外を見てます。望遠鏡とか双眼鏡でみんな外を見てるんですね。で、みんながあくびをして繰り返してるというふうなことでですね、この見張りを命じられてるんですね。で、ブリッジのシーンになると、ブリッジの床面全体に地図が出てきてですね、で、リュウとですね、ブライトさんが打ち合わせをしていて、そこにはレーダー種が入ってきます。転速結果とも照合しています。転速結果というのはつまり、ナビとかが使えないようなんですね。人工衛星が全て打ち押されている状態ですから、カーナビみたいなナビゲーションシステムが使えないので、星とかですね、太陽とか月の位置から、だいたい自分のホワイトベースの現在の位置を調べている、そういう転速結果って言うんですけど、その転速結果とも一致してますというと、ブライトさんがですね、約束の日に約束の場所に来てるのに、レビル将軍からは一言も連絡なしかっていうセリフがあります。ここまでですね、ジオンにもう解読されちゃうんで、お互いにですね、ジオンも連邦もそれぞれですね、無線通信っていうのはほとんどできないんですね。もう、直に、連絡員がですね、何らかの手段でホワイトベースまで来て、で、次はどこそこ行けって伝えるしかないと。で、そういうことをもうずっと繰り返してきたっていうのがわかるんですね。で、そこでですね、コックの田村さんですね、ちょっと太っちょのおじさんが、朝食ですというふうに言うと。つまり、もう約束の日に来たんだけども、もうその日を一晩過ぎてしまったわけですね。でも明け方になってしまったのですね、田村さんが朝食を運び出します。で、その田村さんがですね、ブライトさんに、すいません、塩の在庫がなくなりましたっていうふうに耳打ちします。これが今回の話の大きい流れになっていくんですけども、ホワイトベースっていうのはですね、武器とか弾薬だけで頑張ってるわけじゃなくて、食料の補給というのもあるし、おまけにその他の雑な資材ですね。塩なんかもそうなんですけども、別になくてもいいような感じがするんですけど、塩がなければ人間というのはですね、動けなくなって死んでしまうわけですね。だから、大変な問題でもあるんです。で、その耳打ちしてるところでですね、何か見えましたっていう報告が入ってみると、砂漠の向こうからですね、一台の軍用車ですね、ジープみたいなのがガーッと走ってくると。中にはですね、大怪我をした男が乗っている。ですね。大怪我をした男が乗ってですね、ブライトさんがですね、もう本当に宇宙服みたいな、これは砂嵐に対応するためのマスクなんですけど、このマスクをつけてるところから、この現場の砂嵐がいかにひどい感じなのかはわかります。砂漠に蝶は飛ぶのかっていうふうに、ブライトさんが呼びかけると男は、砂漠に蝶はって一瞬ぼんやりするんですけども、気を取り直して砂漠に飛ぶのはサボテンのトゲっていうふうに言います。つまりこれが合言葉なわけですね。砂漠に蝶は飛ぶのかと問うと、砂漠に飛ぶのはサボテンのトゲだと答えたら、これでお互い連邦軍のメンバーだということが分かってですね、レビル将軍の手のものだということで、ブライトさんが安心してですね、船内に入れてあげます。で、ここから船内の尋問シーンというかですね、もう本当に、医療室に連れ込まれても手当てを受けてる段階なんですね。でもこの人もう虫の息です。私がホワイトベースの責任者ブライトノアですっていうふうにブライトさんが言うと、連邦兵はオデッサデーは5日後の予定です。それまでにホワイトベースはカスピ海を渡れとの命令ですというふうに言う。この聞いたこともない言葉が連続して出てくるんですね。でブライトさんが聞きます。オデッサデー何ですそれはと。5日後にあるというオデッサデー。すると、キシリア配下のマクベの主力部隊を叩く作戦日です。っていうふうに兵士答える。また知らないことを聞いたら知らないことで答えられてしまう。マクベって、キシリア知ってるけども、マクベっていうふうに聞くと。そうすると連邦兵がですね、マクベの抑えている鉱山は、今度の戦争の勝負を決める大切な場所なんです。それをオデッサデーに叩きます。ようやっとここで説明になってきました。ブライトが我々のホワイトベースも攻撃に参加するということですね。っていうふうに聞く。そうするともう、連邦軍の兵士は答えられないんですね。もう虫の息で。セーラが私たち軍隊じゃないんでしょ、ブライトさんって言うと、ブライトがホワイトベースが正規軍に組み込まれるというわけか。これまでホワイトベースはどこに逃げるのか補給受けるのかと言われたんですけども、ついに連邦軍がですね、オデッサデーというのを決めて、その日にですね、
キシリア配下のマクベというやつ、まだこれ正体わかんないですけど、そいつに向かって大攻撃をかけると。で、その時にまでにカスピ海を渡って、で、東の方から攻めてくれというふうに言われるわけですね。名前だけ出てきました。謎のキャラマクベです。キシリア配下、つまりキシリアザビのですね、ガルマのお姉さんですね。それの部下なわけです。で、そのマクベと戦う決戦日が5日後と。それまでに迫ってくるランバラルを避けながらカスピ海を飛び越えて、ウクライナのオデッサまで行かなければいけないと。後でちょっと地図出しますけども、なかなかきつい工程です。僕びっくりしたんですけど、今回、この後ですね、ガンダムでオデッサデーが延期したとかそういう話ないのでですね、基本的にこれを信じるとどういうことになるのかですね。5日後にオデッサデーと言ってます。現在16話、セーラ出撃です。ですね、オデッサで戦うのがですね、第25話、これより10話後なんですけども、こんなにエピソードが山盛りなんですよ。16話がセーラ出撃。これ今回ですね。で、17話次がアムロ脱走って言ってですね。アムロレイがですね、未来さんの風呂を覗いたりしたら、いうようなこともあるんですけど、僕なんかどうせいらないんだって言って拗ねて逃げてしまうのが17話です。18話灼熱のアッザムリーダーではですね、ついにそのキシリアさんが地球連邦にまで降りてきて、で、新型のアッザムっていうですね、モビルアーマーに乗ってですね、で、さっきの噂のマクベとですね、乗って、アムロと戦うというエピソードを丸々やってですね、で、ランバラル特攻という回がその次にあってですね、これはランバラルが乗ってるグフの腕をついに叩き切るんですけども、ランバラルが、坊主、お前は自分の腕で戦ったと思うなよみたいなこと言われて、すごい悔しがると。で、悔しがられた後、また独房に入れられると。で、激闘、で、死闘ホワイトベースですね、ランバラルはですね、死んでしまってですね、激闘は憎しみ深くでハモンさんも死んでしまうんですね。で、マクベ包囲網破れではですね、ブライトさんが連日の過労で倒れてしまって、マチルダ救出作戦ではマチルダさんが命をかけて運んできた G パーツっていうすごいブサイクなですね、ガンダムの補強兵器でガンダムが強くなって、迫撃トリプルドームではですね、マチルダさんが死んでしまって、マチルダさんって夕焼けに叫んで、次の日の朝、オデッサの激戦で明け方から大戦争なんですよ。これが5日間なんですよね。で、考えてみて、一応5日間に詰めたらどんなことになるのかというと、これ月曜から金曜の話とするとですね、月曜日にセーラさんが、セーラ出撃で独房に入れられて、その夜にもうアムロは脱走しなきゃいけないんですね。で、火曜日にランバラルドと戦って、僕はあの人に勝ちたいってもう夕方に言わなきゃいけなくてですね、水曜日にランバラルが死んで、その日の夕方にですね、もうハモンさんも死ななきゃいけないと。で、木曜日にブライトさんが過労で倒れて、午前中にマチルダさんから G パーツを届いて、ドムが来て、夕方ぐらいにマチルダさん死んで、夕日に向かってマチルダさんって言ったら翌朝ですね、オデッサの激戦が始まらなきゃいけないっていう。もう絶対に無理なんですよ、これ。絶対に無理だけども、ところがですね、ストーリーを丹念に見ていくと、実はこれ、長くても2週間、ひょっとしたら10日ぐらいのことで、起きてるんですね。で、僕らはついついガンダムっていうと、機動戦士ガンダムのですね、劇場版のパート2ですね、愛戦士編っていうやつがこのあたりを細かく書いてるので、絶対この辺って1ヶ月ぐらいかけた、もしくは、なんかゆっくりした話かなと、アムロもですね、何週間も、脱走してガンダムと一緒に砂漠を旅してるんじゃないかなと思っちゃうんですけども、実はかなり短い間にですね、連続していろんなことが起きてると。それは、ブライトさんもですね、過労で倒れるわっていう、こんな状況です。なんか僕もちょっと、5日後にオデッサデーというのをですね、今回見て聞き捨てならんと思ったらですね、えらいことになってたんですね。オデッサの地図なんですけど、オデッサへの道ですね。これ西海母よあたりからですね、作ってみたんですけど、オデッサっていうのはどこかっていうと、このカスピ海をさらに越えてですね、黒海も越えたこのウクライナのですね、本当にウクライナとかルーマニアのヨーロッパの端にあるんですね。で、西海母親が鳥取だからこの辺だとしましょう。で、多分今回の話が、ここら辺だと思うんですよ。モンゴルあたりでですね、ホワイトベースはですね、なんだかんだ言ってですね、ずっと、なんだろうな、ジオンの脅威の後ですね、西海母よがあってですね、で、ククルスドアンの島っていうのが、この辺りなんでしょうね。ずっと来てですね。で、カスピ海がこれですから、おそらくルートとしてはですね、こんな感じで下から抜けていって、で、オデッサにまでですね、5日間で行けと。